どうも、こんにちは。本セッションでは、コグニート ID プールと Auth0 を連携させて、Web アプリケーションから AWS を操作する画面を作ったというお話をさせていただきます。まずはじめに自己紹介をさせてください。私はクラスメソッドの CX 事業本部に所属しております西村裕二と申します。現在は大阪オフィスに在籍しておりまして、業務では Angular や React を使った管理画面を作成したりと、フロントエンドの開発やラムダや API ゲートウェイ、DynamoDB などといったサービスを利用し、サーバーレス環境でバックエンドを構築したりしています。どうぞよろしくお願いいたします。では早速見ていきましょう。この動画でお話しする内容は、AWS を利用した Web アプリケーションを効率よくセキュアに実装するためのアーキテクチャや構築、実装方法について紹介する動画となっております。そして今回紹介するアーキテクチャというのが Auth0 と Cognito ID プールを連携させて自分で API は作らずに Web アプリケーションから直接 AWS の API を実行するアーキテクチャを紹介していきます。注意点としては今回紹介するアーキテクチャがベストというわけではなくてこういった方法もあるよというようなパターンの一つとしてご認識いただければと思います。本セッションの対象者としては、Auth0 と Cognito の連携について知りたい方、マネージドサービスを活用した SPA を作りたい方、AWS の API を活用した Web アプリケーションを構築したい方を対象とした内容となっております。そして本セッションのゴールは、Web アプリケーションを構築する際のアーキテクチャパターンを1つ増やしてもらうというところ、どうやって Auth0 と Cognito の ID プールを連携させるか、そういった連携方法を理解してもらうこと、Web アプリケーションから AWS の API の実行までの流れ、実装方法を理解してもらうことをゴールとしています。では本題に入っていきましょう。今回のアジェンダです。はじめにおさらいとして Web アプリケーションの実装パターンについて簡単にお話しします。そして今回は管理画面を例に挙げて Web アプリケーションの実装時によくある悩みとそれを解決するような今回紹介するアーキテクチャ Auth0 と Cognito ID プールを連携させたアーキテクチャを紹介します。そして最後に実装方法のデモを行いたいと思います。最初に Web アプリケーションの代表的な実装パターンを2つおさらいしたいと思います。1つ目は従来型の HTML ベースの実装パターンです。ブラウザーからサーバーにリクエストをして毎回 HTML を取得するといったパターンです。こちらは画面全体を毎回更新するといったパターンになります。で、次のパターンなんですが、こちらは SPA、シングルページアプリケーションの実装パターンです。最近はこの実装パターンが多いのではないでしょうか。はじめは従来型と同じです。サーバーから HTML や JavaScript、CSS などの静的コンテンツを受け取り、そしてここからが違ってくるところなんですけれども、JavaScript 等で API を実行してサーバーに指示をしたり、または追加でデータを受け取ったり、受け取ったデータをブラウザ上で表示したりするといったパターンになります。こちらのパターンは都度すべての画面を更新するものではなくて、変更のあった画面を部分的に更新するといった方式になります。そのため、エンドユーザーが待つ時間が短くできたり、快適に Web アプリケーションを利用することがメリットとして挙げられます。今回はこの SPA の実装パターンを対象としております。現在こういった Web アプリケーションを実装する中で必須の機能となっているものがあります。それがユーザー認証の機能です。要件としては、ユーザーごとに表示する内容を変更する場合や、管理画面のようにログインしたユーザーごとに権限を変更したいであったりとか、特定のユーザーのみに提供したいなどの要件を実現するために、このユーザー認証機能が必要になってきます。そのユーザー認証なんですが、一から自分たちで実装するのはかなり骨の折れる作業になります。そこをサポートするために、現在はいろんなサービスが提供されています。SaaS で特に注目されているのが Auth0 というサービスで、開発者フレンドリーで使い勝手が良く、最近人気のサービスとなっております。もちろん AWS にも
Amazon Cognito というマネージドサービスが提供されております。次はこの認証サービスについて見ていきたいと思います。まずは Auth0 です。Auth0 とは何かというと、簡単に言うと Web アプリやモバイル、API などに対して認証認可のサービスをクラウドで提供している SaaS となります。最近はクラウドでの ID 連携が可能ということもあって、Identity as a Service の略の IDaaS とも呼ばれることもあります。また、OpenID Connect などの多くのプロトコルに対応しております。Auth0 の特徴について見ていきましょう。Auth0 の大きな特徴としては、デベロッパーエクスペリエンスの良さが挙げられます。例えば、検証と導入が簡単でやりやすく、サクサク進むといったことであったりとか、仕様変更に柔軟に対応できるといったことが挙げられます。つまり、このデベロッパーエクスペリエンスの良さによって開発効率が向上したり、結果的に開発コストの削減につながるということになります。また、デベロッパーエクスペリエンスの良さとして豊富なサンプルと SDK が挙げられます。多くの SDK が提供されており、幅広い API が提供されております。また、Auth0 をアプリケーションに組み込むために、どのように実装するかのステップバイステップのチュートリアルが各プラットフォームごとに提供されています。また、開発者ガイドやブログも充実しておりまして、特にブログはフロントエンドの実装などの周辺技術の解説も丁寧に記載されているものがあったりと、とても参考になります。次はどういった構成で ID などを管理しているかなどの Auth0 の全体像を説明していきます。表示している図が大まかな構成です。Auth0 の中にあるアカウントは Auth0 を利用したいユーザーが作成するアカウントになっております。アカウントを作成するとテナントも一緒に作成されます。テナントというのは認証基盤そのものの単位となっており、その中にユーザーやアプリケーション、コネクション、などが含まれております。テナントでは、ユーザーや各種設定などの管理を行います。開発環境、テスト環境、本番環境と環境ごとにテナントを分けて管理していきます。Auth0 を利用するユーザーはこのテナントを切り替えてアプリケーションなどを構築していきます。テナントの中にあるアプリケーションは認証基盤にログインするクライアントを指します。テナントとアプリケーションは1対 N の関係で構成され、テナントの中に複数のアプリケーションを含むことができます。アプリケーションはサービスやプラットフォームごと、例えば Web アプリケーションや iOS、Android といったプラットフォームごとに分けて作成していきます。コネクションは Auth0 から、ログイン時に接続する接続先を意味します。接続先は多くの接続方式がサポートされておりまして、Google アカウントや Facebook のアカウントなどのソーシャルログインや、ユーザー名やパスワードを使ってログインする方式や、アクティブディレクトリなどのエンタープライズディレクトリでログインするパターン、SMS を使ったパスワードレスなログインなど幅広くサポートしています。ユーザーはアプリケーションにログイン可能なユーザーを意味しています。ユーザーはどの経路の接続方式からログインしたかによって作成されます。このユーザーはコネクションが紐付いています。Auth0 の構成像はこのような構成となっております。他にも多くの機能が提供されており、中でもルールという機能は複雑な要件に対応するために認証周りの機能拡張を実現する機能となっております。例えば、ログイン時、トークンリフレッシュ時に設定した関数を実行することができたり、複数の関数を設定することもできます。また、100以上のテンプレートがあり、一から作成する必要もありません。次に AWS が提供する Amazon Cognito について説明していきたいと思います。Cognito の概要としましては、Web やモバイルの認証認可やユーザー管理をサポートするマネージドサービスとなっております。作ったアプリケーションに素早く簡単にサインアップやサインインの機能などのログイン周りの機能を追加することができます。さらに Facebook、Google などといったソーシャル ID プロバイダー、サンブル、OpenID Connect などのプロバイダーなどの連携もサポートしております。また他の認証サービスとの大きな違いというところでは、ログインしたユーザーに対して AWS リソースにアクセスするための一時的なクレデンシャルを発行する機能というものもあります。
コグニートの構成要素としては、ユーザープールと ID プール、大きなコンポーネントに分けることができます。ちなみに ID プールは英語表記だとアイデンティティプールズとなっており、名前が少し変化することにご注意ください。また、マネージメントコンソールではフェデレーティッドアイデンティティと表示されていますが、ここでは同じ意味としてお話ししています。では、はじめにユーザープールについてお話しします。セキュアでマネージドなユーザーを管理する機能を提供します。さらに、サインアップ、サインイン、サインアウトの認証機能や画面を提供します。また、MFA やパスワードポリシー、ユーザーグループ、認証フローのカスタマイズなども可能となっております。次に ID プールですが、AWS リソースアクセス用のクレデンシャルを発行したり、また発行する際にですね、ID プール内に ID を発行して管理します。クレデンシャルを発行する際に必要となる認証部分をコグニートユーザープール以外の外部プロバイダーに移譲することもできます。また認証していないユーザーに対してもゲスト用の権限としてクレデンシャルを払い出すことも可能となっております。次は実際にアプリケーションの実装構築を行う場面を想定して話を進めていきたいと思います。今回はあるサービスをサポートする管理画面を実装するときによくある悩みについてと、それを解決するアーキテクチャについて紹介します。はじめに皆さんどんな構成で管理画面の Web アプリケーションを実装していますでしょうか。よくある実装例としては API ゲートウェイと Lambda で API を構築し、データは DynamoDB に格納、フロントエンドはモダンなフレームワークを利用した Angular や React、Vue などを使って S3 クラウドフロントで配信するといったパターンになるかと思います。フロントエンドからは API を実行してデータを扱うといった構成でWeb アプリケーションを実装している人は多いのではないでしょうか。つまり API などのバックエンドは自分たちで実装構築を行い、API のパスの設計からどんなデータを返すか、ドキュメントの整備なども自分たちで実施するパターンとなります。構成図に表すとこのような形になります。そして作る管理画面のサンプル画像です。管理画面はデータをグラフ表示したり、表で一覧表示したりする画面を実装することが多いかもしれません。実装する API としては、データを追加、更新、読み込み、削除するようなグラッド操作ぐらいだけだと思う人がいるかもしれませんが、実際は初めだけです。実際はサービスがどんどん拡張していくにつれて管理画面の機能要件も増加していきます。例えば、サービスの裏で動いているワークフローをステップファンクションで実装しており、ステップファンクションズの実行ジョブのステータスを表示したいであったり、またはそのジョブを編集や再実行するようにしたいといった要件であったり、また S3 に貯めたログを分析するために宛名にクエリをかけれる、検索をかけれるようにしたいといったこともあります。IoT を扱う案件だと IoT などが絡むと AWS IoT に登録されているデバイスを一覧表示したいであったりとか、デバイスの状態を表示したいなどなど多くの要件が増えてきます。このようにサービスが拡充するにつれて管理画面のフロントエンドもそうなんですが、バックエンドの実装コストが膨大になってきます。つまるところ AWS のマネジメントコンソールのような画面を作っていくことになっていきます。ではですね、この AWS のマネジメントコンソールはどのように実装されているかというと、裏では AWS の API を実行して画面が実装されております。そしてその API は一般ユーザーが利用できるように公開されており、また SDK も提供されております。そこでバックエンドの実装コストが膨大になるという課題の対応策として、管理画面から AWS の API を直接実行できれば工数削減できると考えました。ではどうやって AWS の API を実行するかというと、AWS のクレデンシャルが必要になってきます。クレデンシャルは発行する方法はいろいろあるんですが、先ほど紹介したAmazon Cognito の ID プールを利用することで発行することが可能です。また、このクレデンシャルを発行するために ID プールは2つのパターンでクレデンシャルを発行することができます。1つ目は Cognito のユーザープールをユーザー認証として利用するパターンです。もう一つが外部の ID プロバイダーを認証元として移譲するパターンです。外部の ID プロバイダーとして Google や Facebook などのソーシャルのプロバイダーや OpenID Connect、SAML 2.0 などに対応しているため、Auth0 を
ID プロバイダーとして利用することができます。発行されるクレデンシャルはどういったものなのかを説明していきます。続いて、どのように発行されるか、発行されるクレデンシャルはどういったものなのかを説明していきます。クレデンシャルを発行するために、事前にユーザー側で認証したユーザーに対して割り当てる権限である IAM ロールを作成し、その作成した IAM ロールをコグニート ID プールに設定しておく必要があります。コグニート ID プールは認証したユーザー、つまりログインしたユーザーにデフォルトで割り当てる設定以外にも、ユーザーの属性情報がこれだったらこのロールを割り当てるといったこともできます。つまり認証済みのユーザーに対してどのようにロールを割り当てるかを設定できます。また、それ以外にも未ログインの認証されていないユーザーに対してもロールを割り当てることができます。この機能を使ってゲストユーザーには表示だけさせて編集権限は付与しないといったようなユースケースにも対応できます。そしてその割り当てられたロールを使って AWS のセキュリティトークンサービスにアクセスし、ロールに対応したアクセスキー、シークレットキーが含まれた一時クレデンシャルを発行するといった流れになります。また、発行される情報は一時的な期限付きのクレデンシャルが発行されます。ここからが本番です。今までの話を踏まえて、Auth0 と Cognito ID プールを連携させたアーキテクチャの紹介をしていきたいと思います。アーキテクチャの構成図はこのようになっております。処理の流れを確認していきましょう。まずは Web アプリケーションにアクセスしたら、Auth0 にログインし、Auth0 からトークンを受け取ります。コグニートの ID プールに Auth0 から受け取ったトークンを使ってクレデンシャルを受け取ります。受け取ったクレデンシャルを使って AWS の API を実行し、多くの AWS と連携するといった流れです。また従来の構築した REST API も利用できますので、そこと組み合わせてアプリケーションを構築・実装できます。紹介したアーキテクチャの特徴としては、アプリケーションから AWS API が利用でき、多くの AWS サービスと連携ができること。さらに、Cognito ID プールから発行されるクレデンシャルは、一時的なクレデンシャルであるため、セキュアであるというところ。認証プロバイダーに Auth0 を利用していることにより、認証周りを効率よく実装できること。複雑なロジックは API ゲートウェイなどで API を構築し、単純なところは AWS の API で直接データを取得したりといったように組み合わせてアプリケーションが構築できることといった特徴があります。では、大きな特徴の一つである AWS の API を直接アプリケーションから実行する際のメリット・デメリットを見ていきたいと思います。メリットとしては AWS より提供されている API を利用するためにAPI の実装が不要になり工数削減することができるといったところになります。また単純な処理であれば直接 API を実行する方法に置き換えることもできます。AWS より SDK が提供されているので API も簡単に実行することができ、ドキュメントも AWS より提供されているので API 使用書などのドキュメント作業も不要になります。また AWS の API を利用することで多くの AWS サービスと連携することができるといったメリットもあります。デメリットとしては、自分で実装する場合と比べて API ゲートウェイなどのゲートウェイとなる機能が使えなくなります。そのため、大量のアクセスがあるようなアプリケーションには不向きであり、管理画面などの特定の人が利用するようなアプリケーションにマッチするのではないかと思います。また、AWS のクレデンシャルを取得する処理やライフサイクルを管理する処理などのロジックをフロントエンドに追加する必要があるといったフロントエンド側のロジックが増えるといったデメリットがあります。場面は限られますが、うまく要件にはまれば大きな工数削減ができるのではないでしょうか。では実際に実装のデモをしていきたいと思います。今回お見せするデモとしては、Auth0 と Cognito ID プールの連携をする流れ、DynamoDB に登録してあるデータを Web アプリケーションから AWS の API を実行して表示するといったサンプルを実装するといったところをお見せしたいと思います。前提条件としては、Auth0 でアカウントとテナントを作成済みで、アプリケーションを動かすための Node.js はインストール済みであることを前提に進めてまいりますのでご了承ください。
はい、それではですね、デモをやっていきたいと思います。はじめに Auth0 と CognitoID プールの連携のところをやっていきたいと思います。まず Auth0 の設定を行っていきます。はじめにアプリケーションを作成します。Create Application をクリックします。今回、名前は適当に DevIO コネクトとしてシングルページアプリケーションを選択し、クリエイトをします。そうすると、このようにアプリケーションが作成されます。そして、クイックスタートのところのタブで、今回は Angular をサンプルとして話していきますので、この Angular のところをクリックします。ここではステップバイステップでどのように利用するかチュートリアルが表示されます。API を利用するサンプルもありますので、そこのサンプルを利用したいと思います。今回利用するサンプルが、このログインではなくて、下の方にあります、こちらのサンプルを利用します。こちらをクリックすると、API をコールするときのトークンを使ったサンプルが表示されます。こちらのダウンロードサンプルをクリックします。選択されているアプリケーションが先ほど作ったアプリケーションであることを確認してダウンロードをします。ではこちらのダウンロードしたファイルをエディターで表示したいと思います。はい、先ほどダウンロードしたファイルをエディターで開きました。ファイルの中には authconfig.json というファイルがあり、そこにはアプリケーションの情報が格納されております。クライアント ID とドメインは後ほど利用しますのでメモをしておいてください。それでは次は AWS の設定方法を行っていきます。はい、AWS のコンソール画面に移動してきました。IAM の画面で外部の ID プロバイダー、今回は Auth0 の設定を追加していきます。こちらのメニューの中に ID プロバイダーがありますので、こちらをクリックします。そしてプロバイダーの作成をクリックします。プロバイダーのタイプを選択します。今回は OpenID Connect を選択します。プロバイダーの URL に先ほどメモした auth0 のドメイン auth0.com で終わる情報を入力します。先頭に https をつけてあげます。対象者は先ほどコピーしたクライアント ID を入力します。次のステップに行きます。作成をクリックします。これで、AWS の方に Auth0 の ID プロバイダーとしての設定が完了しました。はい、次は ID プールの作成を行っていきます。ID プールの管理をクリックします。新しい ID プールの作成をクリックします。ID プールの名前は、今回は DevIO Connect とします。認証されていない ID の設定は、今回は行わないので、そのままにしておきます。認証プロバイダのところを表示します。タブの OpenID のところをクリックします。ここで先ほど追加した ID プロバイダーが表示されますので、ここでクリックします。プールの作成をクリックします。ここでは許可をするで進めていきます。これで ID プールが作成できました。ID プールの ID をコピーしておきます。
次は認証したユーザーに対してどのような許可を与えるかの設定を行います。ID プールの作成が完了すると一緒に IAM ロールも作成されているので、そのロールに権限を付与します。今回は DynamoDB に対する許可を付与します。ではまず IAM のところに行きまして、ロールのメニューをクリックします。そこで先ほど登録作成した ID プール名を入力します。するとロールが出てきますので、ここでは、OAuth のロールに対して権限を付与します。ポリシーをアタッチしていきます。今回はデモですので、フルアクセスのポリシーをアタッチします。これで認証したユーザーに対して DynamoDB に対する許可を与えることができました。はい、それでは、OAuth0 のコンソール画面に戻ってきました。次はログイン時のコールバックなどの設定を行っていきます。アプリケーションのセッティングのところをクリックします。ここではコールバックのところにローカルホストの3000番の設定を追加します。同様にログアウトのところにも同じ設定を追加します。で、Web オリジンのところにも同じローカルホスト3000番の設定を追加して保存します。次にオーディエンスの設定として API を作成します。API のメニューを開いて Create API をクリックします。で、ここで名前では DevIO Connect API としておきます。アイデンティファーも同じような名前で今回は作成します。作成が完了しました。ではこの設定を、VS コードの方に移動しまして authconfig.json の中にありますオーディエンスのところを書き換えます。これで保存します。はい、それではですね、設定が完了しましたので、実際にアプリケーションを動かしていきたいと思います。まずは必要なライブラリを取得します。はい、必要なライブラリが取得できましたので、ログインできるか確認していきます。npm スタートとすることで、ローカルでサーバーが立ち上がってアクセスすることができます。問題なくローカルサーバーが起動しましたので、ブラウザーにアクセスしてみましょう。右上のログインボタンを押してログインできるか確認してみましょう。アクセプトをして、はい、問題なく今回 Google のアカウントでログインできることを確認できました。はい、Auth0 を使ってログインできることが確認できましたので、ここからは実際にアプリケーションから AWS の SDK を使って AWS の API を実行する実装に入っていきます。実装する内容としては、Cognito ID プールからクレデンシャルを取得する実装と、あらかじめ用意した DynamoDB にある情報をテーブル表示する処理を実装していきます。クレデンシャルを取得する処理については、Amplify のライブラリを利用して実装していきます。ローカルサーバーは一旦切っておきます。まず必要なライブラリを追加していきます。はい、必要なライブラリがインストールできましたので、次に Amplify を実行するための設定を行っていきます。
tsconfig.app.json を開きまして、ここにノードと追加します。で、次にこちらのファイルを開きまして、必要な設定を追加します。次にコグニタ ID プールの設定を追加していきます。次はクレデンシャルを受け取る処理を実装していきます。処理をまとめるサービスを作成します。AWS SDK サービスというものを作成します。こちらのコマンドを使って awsdk.service.ts というファイルが作成されています。次にデータ表示用のコンポーネントを作成します。こちらのコマンドを使ってコンポーネントの配下にTables というコンポーネントを作成しました。AWS の SDK.Service の中に Amplify のライブラリを使ってCognito ID プールからクレデンシャルを取得する処理を実装していきます。必要なファイルをインポートします。Amplify のコンフィグ設定を行います。他のコンポーネントで AWS の SDK が使えるように Behavior Subject を作成します。コンストラクターの中ではログインチェックという関数を使って、Cognito ID プールからクレデンシャルが取得済みであるかどうかを確認します。ログインチェックの実装としましては、AWS Amplify のメソッドを使ってクレデンシャルが取得済みであるかどうかを確認して、もしも取得済みではないときは、こちらの関数を使って取得するといった流れになっております。では、sign in from auth0 トークンのメソッドを作成していきます。こちらの関数では auth0 の必要な情報を取得して、コグニートからクレデンシャルを取得するような関数に値を渡す処理となっております。次に Federated Sign-in の関数を実装します。こちらの関数は Cognito ID プールへ情報を渡しクレデンシャルを取得する処理になっております。ここでは有効期限であったり、どんな情報を渡すかの設定ができます。ここでは auth0 の中にあるネームと E メールの値を渡しております。次に AWSDK の処理を行っていきます。取得したクレデンシャルのデータを渡し、インスタンスを格納します。こちらの処理は DynamoDB の処理を記載しております。こちらに誤字があったので修正しておきます。これで auth0 の情報を使って Cognito ID プールからクレデンシャルを取得する処理の実装が完了しました。次は DynamoDB から情報を受け取りテーブルに表示する処理を実装していきます。先ほど作ったテーブルコンポーネントで処理を記載していきます。先ほど作成したサービス AWS SDK サービスをインポートします。
DynamoDB から取得したテーブル情報の型定義を記載します。コンストラクターの設定を行います。ngOnInit で DynamoDB の関数が利用できるインスタンスを取得します。getUsers 関数で DynamoDB のスキャンメソッドを利用してテーブルネーム、ユーザーというテーブルネームから情報を引っ張ってきます。こちらでは AWS の SDK の DynamoDB の中のメソッドが自由に使えるようになっております。今回はスキャンを利用しているんですけれども、他にも提供されているメソッドは自由に使えることができます。これで DynamoDB からデータを取得する処理が完成しました。続いて表示部分の設定、実装を行っておきます。今回は単純にテーブルの中で今回取得できた ID と名前と年齢を表示する簡単なコンポーネントを作っていきます。これでコンポーネントが完成しましたので、表示の部分を修正していきます。ページの中にあるホームコンポーネントを開いて、テーブルを表示するコンポーネントを追加します。で、他のコンポーネントは少し紛らわしいので削除しておきます。これで一通り実装が完了しました。ちゃんと表示できているか確認しましょう。ローカルサーバーを立ち上げます。ローカルサーバーが立ち上がったら、ブラウザーにアクセスしてアプリケーションを確認しましょう。画面をリロードします。このようにですね、テーブルが表示できていれば成功です。少しコンソール画面を確認していきましょう。ちゃんとクレデンシャルの情報が取得できていることがわかります。さらに DynamoDB から情報がちゃんと取得できていることも確認できます。このようにアプリケーションから CognitoID プールのクレデンシャルを取得して AWS の SDK を経由して AWS の API を実行することができました。デモは以上になります。最後にまとめです。Auth0 と CognitoID プールを連携させて Web アプリケーションから AWS の API を実行できるアーキテクチャを紹介しました。メリットとしては AWS の API を利用することで多くの AWS サービスと連携することができます。さらに AWS の API を利用するところは自前で構築する必要がなくなるため作業工数を削減することができます。デメリットとしては API ゲートウェイのゲートウェイ機能が使えなくなるために大量のアクセスがあるアプリケーションには不向きであるというところと、クレデンシャルに関する処理がフロントエンド側の処理としてロジックが増えるといったデメリットがあります。今回の紹介したアーキテクチャは管理画面のような Web アプリケーションでは有効ではないかなと思いますので、そういった機会がありましたらこのアーキテクチャを思い出して参考にしていただければ幸いです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。